のささやきの朗読や俺は夜の道でヒッチハイカーを探している。善意ではない。ああいうのは向こうから車に乗ってくるから楽なんだ。行き先を聞いて少し話をして安心させてやればいい。あとはこっちの好きにできる。昔はそれがもっと簡単だった。少し減速をして声をかければ疑いもせず助手席に座る奴がいたし、ああいう何も知らない顔を見るのが割と好きだったんだ。けど今はどうだ。何時間走っても人影一つ見えない。みんな賢くなったのか、それとも臆病になったのか。どっちでもいいが、俺にとっては退屈でしかなかった。だけど俺はそれでもやめられなかった。夜になると気づけば車に乗っている。まだどこかにいるはずなんだ。道の端で誰かの車を待っている奴が。だから俺は同じ道を何度も走る。あの村へ続く道を。ヘッドライトに照らされたアスファルトは白く浮いていて、その先はすぐ闇に沈み、ガードレールの外がどうなっているかもわからないまま黒く続いている。遠くでカラスが鳴いて、縁起でもねえなぁ、と小さくつぶやいたとき、視界の端に人影が引っかかった。俺は一瞬見間違いかとも思ったが、もう一度見ると、霧の中に女が立っている。黒い髪が肩のあたりで揺れていて、片手を上げているが、その仕草には焦りも必死さもなく、ただそこにいるだけみたいに見えた。思わず俺の口の端が上がる。いたじゃねえか。そのまま俺はブレーキを踏み、車をゆっくりと寄せると、女は逃げるでもなく、同じ速度で近づいてきた。近くで見ると、拍子抜けするほど普通だった。髪も服も汚れてない。どこにでもいそうな女。こんな時間に珍しいな。俺がそう言って窓を下げて声をかけると、女は少しだけ首を傾ける。そう？いや、そうだろ。普通こんなところで立ってないって。俺が軽く笑って言うと、女は少し考えるように間を空けてから、立っていたら誰か来ると思った。そう言うんだ。じゃあ、今来たな。俺がそう返すと、女はほんの少しだけこちらを見て、うん、とうなずいた。そのやりとりが妙に噛み合っているようで、どこかずれている感じが残った。それで、どこまで行く？女はすぐには答えず、一度暗い道の奥の方を見てから、村まで、と口にした。村？この先のか？うん。いや、でもあそこ何もないぞ。少し笑いながら言うと、知ってるよ、と短く帰ってきた。え？知ってて行くのか？だって、帰るだけだもん。その言い方にわずかに引っかかるものがあった。帰るって、誰もいないだろう。そう言うと女は少し間を置いてから、あるよ、と言った。同じ言葉なのにさっきより静かで、妙に耳に残った。まあいいや、乗るか？そう言うと女、マキは小さくうなずいて助手席に乗り込んできた。ドアが閉まる音がやけに軽く響き、そのまま車を出しながら横目で様子を見るが、やはりどこもおかしくない。髪も服も綺麗なまま、最初に見た時と何も変わらなかった。この辺来たことあるのか？俺が何気なく聞くと、マキは窓の外を見たまま、何度も、と答えた。何度も？一人でか？俺が少し笑いながら返すと、
マキはわずかに間を置いてから、連れてこられたの、と言った。その一言で空気が少しだけ沈んだ。ふーん。俺はそれ以上は聞かず、ハンドルを握り直した。エンジン音とタイヤの音だけが車内に残り、マキは相変わらず外を見続けているが、その視線は妙に正確で、まだ言っていない分岐を知っているみたいに先を追っていたんだ。ナビいらねえな。俺が冗談っぽく言うと、マキは少しだけこちらを見て、もうすぐ、とだけ言った。え？何が？わかるよ。それだけ言ってまた外を見る。そして俺はそのままあの村へ続く道に入った。そしてふと視線が落ちた。助手席の足元、マキの靴の先に黒い土がついている。俺は一瞬思考が止まった。乗せた時には確かになかったはずだ。見間違いではない。なのに今は湿った土がこびりついている。その土、どっかで踏んだ？何でもないふりで聞くと、マキは少しだけこちらを見てから、それから自分の足元を見るでもなく、と首を横に振った。最初から。そう言ってまた外を見た。まるで本当に最初からそうだったみたいに。最初から。そう言われた後もしばらく何も言えなかった。最初からなわけがない。俺は乗せるときちゃんと見ている。靴の先まで無意識に確認しているんだ。そういうのは癖みたいなもんだ。それなのに今は黒い土がはっきりとこびりついている。そうか。俺はとりあえずそれだけ返しておいた。それ以上突っ込むのも面倒だったし、どうせ賛同だ。どこかで踏んだだけかもしれないと自分に言い聞かせた。そういうことにしておいた方が俺にとっても都合がいい。車はそのまま進んでいく。さっきよりも道は細くなり、ガードレールの途切れた場所が増えて、ヘッドライトの先に映る景色もどこか歪んで見えた。マキは相変わらず外を見ている。この辺り変わったな。俺が何気なく言うと、マキは少しだけ首を傾けた。そう？この道はもっと広かった気がするけどな。昔はね。その言い方がまた引っかかった。昔っていつの話だよ。俺が軽く笑いながら聞くと、マキは少し考えるように間を置いて、人がいた頃。そう答えた。その一言で車内の空気がわずかに重くなった。今はいないみたいな、そんな言い方だな。いないよ。即答だった。さっきはあるよ、と言っていたくせに、今はいないという。話が噛み合っていない。じゃあ、何しに帰るんだよ。少しだけ踏み込んで聞いてみた。マキは外を見たまま答える。残ってるから。何が？そのまま。意味がわからなかった。いや、それ答えになってないだろ。俺がそう言うと、マキは少しだけこちらを見た。その目がさっきよりも暗く見えた気がした。すぐわかる。またそれだった。それ以上は何も言わない。会話が続かないわけではない。続けようと思えばできるのに、どこかで止まるんだ。まるで、これ以上俺と話す必要がないみたいに。気味が悪い。俺は視線をそらそうとして、ふとまた足元が気になった。さっきの土。もう一度確認する。靴の先だけじゃない。さっきよりも広がっている。黒い土が靴の側面までついてて、乾いているどころか湿って重そうに見えた。おかしい。さっきより増えているんだ。なあ。俺は思わず声をかけた。
その靴、さっきより汚れてないか？マキは自分の足元を見ないまま答えた。そう？いや、さっきそんなについてなかったろ。気づかなかっただけじゃない？軽く言われた。いや、さすがにわかるって。俺はそう言いながらも言い切れない自分がいる。本当に見落としていただけかもしれない。そう思いたいだけかもしれない。マキは何も気にしない様子で外を見続けている。俺はその横顔を見て違和感がまた一つ増えた。髪の毛。さっきは気づかなかったが、よく見ると毛先のあたりに何かが絡んでいる。細かい黒い粒。石か土か。なあ。俺はもう一度声をかけた。髪になんかついてるぞ。マキは少しだけ首を傾けた。え？どこ？その毛先のあたり。俺がそう言うと、マキは指で軽く髪を触る。だが何も取れない。何もないよ。そう言ってまた手を戻した。だが俺には見えているんだ。確かにある。小さな石みたいなものが髪の間にいくつも引っかかっている。さっきまではあんなものはなかった。間違いない。いや、ついてるって。俺が少し強めに言うと、マキはまたこちらを見た。そしてその目がさっきよりも近く感じた。これが見えるの？俺はそう聞かれて一瞬言葉に詰まった。は？見えてるんだ。意味がわからない。いや、普通に見えるだろ。俺がそう言い返すと、マキはほんの少しだけ笑った気がした。そっか。それだけ言ってまた前を向く。その反応が妙に気持ちが悪い。まるで確認されたみたいだった。何をとは言えないが。そして車はさらに奥へと進んでいく。道はほとんど舗装が剥がれていて、タイヤが小さく跳ねるたびに車内に細かい振動が伝わった。あたりは完全に山の中だった。街の明かりなんてとっくに見えない。その時ナビが小さく音を立てる。画面に目をやった。表示されている道がおかしいんだ。今走っているはずの道が途中で途切れている。その先がない。え？俺は思わず声が出た。壊れたのかと思って操作するが反応はある。ただ道が表示されていない。代わりに見慣れない地名が浮かんでいる。今は使われていない古い呼び方だ。なあ。声が少し低くなる。この辺り、こんな名前だったか。マキは画面を見ようともせずに答えた。そうだよ。いや、違うだろう。今は。俺は言いかけて止まった。今は、じゃない。それは昔の名前だ。村がまだあった頃の。なんで知ってんの？自然とそう口に出ていた。そしてマキはゆっくりとこちらを見る。そして静かになった。だって、そこにいたから。その一言で背中に冷たいものが走った。何が？マキは少しだけ首を傾けて、あなたもいたでしょ？と言った。呼吸が止まる。この道何度も通ってた。マキの声はさっきと同じ静かなままなのに、妙に近く聞こえた。夜の方が好きだったよね。誰もいないから。心臓が大きくなった。ここ。マキが前を指す。好きだったんでしょ？その言葉で俺は思い出してしまった。あの場所。誰も来ない
声も届かない、逃げ場のないあの村を。もうすぐだよ。マキが静かに言った。その口元に黒いものが見えた。土だ。歯の間にこびりついている。そしてマキは続けた。埋めた場所。埋めた場所。その言葉が落ちた瞬間、頭の奥で何かが弾けた。思い出したくもない光景が勝手に浮かび上がる。暗い村の奥、崩れかけた家、足場の悪い土の地面。あの時も夜だった。声は途中から聞かないようにして、俺は動かなくなってからまとめて土をかけた。何人だったのかはもう覚えてない。覚える必要もなかった。そのはずだった。何の話だよ。俺はとぼけるように言うが、ハンドルを握る手は汗で滑っている。そしてマキはこっちを見ていた。さっきまで外を見ていたはずなのに、いつの間にかずっとこちらを見ている。ここだよ。静かに言った。顔は変わらない。変わらないはずなのに違うんだ。髪の間に石が増えている。さっきよりも明らかに多い。細かい砂と小さな石が絡みついて、まるで地面から引きずり出してきたみたいになっている。やめろよ。ふざけんなよ。俺はアクセルを踏んだ。だが車が加速しない。エンジンの音はしているのに前に進まないんだ。タイヤが空回りしているような嫌な感触だけが伝わってくる。なんだよこれ。俺は焦ってブレーキを踏み、ギアを入れ直した。反応はあるのに動かない。その間にもマキはずっとこちらを見ている。その口元、歯の間に黒い土が詰まっている。それはさっきよりもはっきりと。ここ好きだったでしょ？その言い方は確認ではない。分かっていて言っているんだ。誰も来ないから。やめろよ。声も届かないから。やめろって言ってんだろ。俺は叫んだ。その瞬間エンジンの音がふっと消えた。完全な静寂。耳鳴りみたいな音だけが残る。俺は外を見た。霧の向こうに村が見えている。崩れた家、傾いた柱、黒く抜けた窓。全部覚えてる。何度も来た場所だ。着いたね。マキが言った。その声がすぐ横ではなくて、もっと近いところから聞こえた気がした。俺は振り向いた。近い。さっきより距離が近い。いつの間にか体をこちらに寄せている。その髪から土が落ちた。パラパラっと膝の上に落ちてくる。なあ、お前誰だよ。分かっているくせに聞いてしまった。マキは少しだけ首を傾けた。わからないの？その目が暗い。何人目？俺は心臓が止まりそうになった。ねえ、思い出せないの？その瞬間、後ろで音がした。ギシッと。俺はゆっくりと振り向いた。後部座席、暗くてよく見えない。だけどいる。誰かがいるんだ。そして一人じゃない。複数の気配が重なっている。嘘だろ。俺はドアに手を伸ばした。だけど開かない。ロックは解除されているのにびくともしなかったんだ。窓も同じだ。押しても引いても動かない。開けろ！俺は叩いた。何度も叩く。だが外は何も変わらない。霧が揺れているだけだった。ねえ。そしてすぐ横で声がした。マキがすぐ隣にいる。さっきよりさらに近い。私だけじゃないよ。その言葉と同時に
後ろの気配が一気に濃くなった。息、髪、何かが擦れる音。複数の何かが確実に車の中にいる。やめてくれ！体は動かなかった。逃げようとしているのに足に力が入らないんだ。今度はあなた。マキの手が伸びる。冷たい。土の感触が混じっている。置いていく番。その瞬間視界が揺れた。引っ張られる。俺は引っ張られた。シートから無理やり引き剥がされる。やめてくれ！叫んだけれど声が途中で途切れた。外だ。地面に引きずり出される。土の匂い、湿った冷たさ。そして何かが足に絡みつく。手が、腕が何本も伸びてくる。掴まれて引かれる。沈む。そして暗い。何も見えなくなった。ただ声だけが近い。いくつにも重なって。だけど最後まで聞き取れなかった。それからしばらくして、あの道でまたヒッチハイカーを見たという話が出るようになった。夜中霧の中に立っている女。黒い髪で静かに手を挙げている。行き先はもう決まっているんだ。あの村だ。ただ最近は一人じゃないらしい。これは俺が昔、ゴールデンウィークに友人と別荘に行った時の話なんだ。メンバーは、俊介、亮、修一、それと俺の4人。俊介の家が山の中に別荘を持ってて、ゴールデンウィークは毎年そこに集まって、酒を飲むのが恒例だったんだよ。昼に着いてさ、外でバーベキューをして、まだ明るいうちからずっと酒を飲んでて、ゴールデンウィークだ！酒だ！とか言って、ほんとバカみたいに騒いでた。それで夕方くらいになって、ずっと飲んでるのも飽きてきてさ、近くにある湖があるから釣りに行こうって話になったんだ。別荘から湖までは歩いて10分くらいだったかな。山道を下っていくと急に視界が開けて湖が見えるんだよ。山の中の湖ってなんか変に静かなんだよな。風の音と水の音しか聞こえないんだ。俺たちは湖の手前の開けたところに座って釣りを始めたんだけど、それが全然釣れなくて。亮は途中から石を投げて遊んでるし、修一は椅子に座ったまま寝てるし、俊介はずっと湖見てるし、俺も途中からほとんど釣りなんかしてなかった。それで、ボケーっと湖の奥の方を見てたら赤い橋が見えたんだよ。古い橋で人が歩いて渡るだけの小さい橋。車は通れないやつ。で、その橋の手前のところに人が一人立ってたんだ。最初は釣りをしてる人かなって思った。でもその人、全然動かないんだよ。ただ立ってこっちを見てるだけ。俺が、あそこに人いない？って言ったら、俊介も、あ、ほんとだって気づいてさ。そしたら亮がふざけて、その人に向かって手を振ったんだよ。そしたらさ、向こうのやつも手を振り返してきたんだ。でも、ちょっと変だったんだよな。距離はかなり遠いのに、やけに動きがはっきりと見えたのと、亮が手を振ったのと全く同じタイミング、同じ動きだったんだ。なんていうか、振り返してるっていうより、同じ動きをしてるって感じだった。その時は別に気にしてなかった。酒も入っていたし、愛想いい人だな、くらいにしか思ってなかったんだよ。それで暗くなる前に別荘戻って、夜はまた部屋で酒を飲んでた。山の中の夜って本当に暗いんだよ。窓の外は真っ暗で何も見えないんだ。
4人で酒を飲みながらどうでもいい話をして、どれくらい時間が経ったかな。多分夜の10時とかそのくらいだったと思う。その時外から声がしたんだ。おーいって。男の声。最初は近くの別荘の人かなと思った。でもその声はどっかで聞いたことがある声だったんだよ。そしてちょっとしてまた聞こえたんだ。おーい、釣れたか？それを聞いた瞬間、ちょっとゾッとした。昼間湖で釣りをしていた時、亮が全く同じことを言ってたんだよ。それも全く同じ言い方で。その時俊介が思い出したみたいに言った。この湖と赤い橋な、昔から呼ぶやつが出るって言われてるんだよ。知ってるやつの声で呼んでくるんだってさ。返事をしたり、探しに行ったやつが落ちたりいなくなったりするんだって。冗談みたいな話だったけど、外は真っ暗だし、さっきの声も気味が悪くて、その時はちょっとだけみんな静かになったんだ。でも酒も入ってるしさ、亮が、じゃあ、肝試しに行こうぜって言い出して、結局懐中電灯を持って、昼間に見えたあの赤い橋まで行くことになったんだ。参道は真っ暗でさ、懐中電灯で照らしているところしか見えないんだよ。湖の横の道を歩いているとき、風もないのに湖の水面だけ、時々、パシャッ、パシャッって音がしてたんだ。誰かが手で水を叩いているみたいな音。それで橋が見えてきて、俺たちはそのまま赤い橋を渡ったんだ。橋の真ん中あたりまで来たとき、また水の音がした。それはすぐ真下で、パシャって。それでなんとなく気になって、俺は橋の手すりから下を覗いたんだよ。懐中電灯で水の中を照らしたんだ。だけど最初は何も見えなかった。でも少し奥の方を照らしたとき、白いものが見えたんだ。最初はビニール袋かなと思って、もうちょっとよく見ようとして光をそこに合わせたんだ。そしたらわかった。それは顔だったんだ。水の中に男の顔があって、こっちを見てたんだ。最初自分でも何を見ているのかわからなくてさ、しばらくは動けなかったんだ。水面に浮いてるんじゃないんだ。もうちょっと下、水の中から上を見ている顔。懐中電灯の光の中に白い顔がぼーっと浮かんでて、それがこっちを見てたんだ。俺は思わず、うわっって声を出して後ろに下がったんだ。そしたら亮が、どうしたって来て、俺は下に顔があるって言ったんだよ。亮は冗談だと思って笑いながら覗いていたんだけど、数秒して何も言わなくなった。それから小さい声で、本当だって言ったんだ。その声で俊介と修一も覗きに来た。でもその時にはもう何もいなかった。水面が少し揺れているだけだった。しばらくみんな何も言わなかった。周りもめちゃくちゃ静かでさ、風の音も虫の音も何も聞こえないんだよ。聞こえるのは水の音だけ。パシャ、パシャッと誰かが水面を手で叩いているみたいな音。俊介が、もう戻ろうって言って、俺たちは橋を引き返すことにしたんだ。するとその時、後ろの方から声がした。修一？はっきりと聞こえた。修一の名前。みんな止まったけど、誰も振り向かなかった。別荘で聞いていた話をみんな思い出していたんだと思う。少しして今度は前の方から、亮って声。次は湖の方から、俊介。最後は俺のすぐ後ろで、おいって声がした。すぐ後ろ。
ほんと耳のすぐ後ろ。でも足音は聞こえてないんだよ。俺たち4人しかいないはずなのに。その時横にいた修一が小さく、えって言ったんだ。次の瞬間橋の上で足音が一つ鳴って、その直後、ドボンってでっかい音がしたんだ。俺たちはすぐ橋の下を覗いた。懐中電灯で水面を照らしたら、水がぐちゃぐちゃに揺れてた。俊介が何回も、修一って叫んでた。でも返事はなかったんだ。俺は必死に水の中を照らした。その時に見えた。水の中には修一の体があった。でもそれは溺れている動きではなかった。暴れてないんだ。まっすぐのまま下に引っ張られていたんだ。ゆっくり、ゆっくりと、スーって沈んでいった。それでよく見たら、修一の足と腕に手がついてた。白い手。一本じゃないんだ。何本も手があって、修一の体を掴んで、下に引っ張っていたんだ。その手の下、暗い水の中に白いものがいっぱい見えた。それは顔だった。さっき橋の下で見た顔と同じ顔が水の中にいくつもあって、それが全部上を向いていたんだ。橋の上の俺たちを見てた。俺は声が出なかった。気づいたらサイレンの音がしてて、誰かが通報して消防と警察が来てた。俺たちは橋の近くで座って待っていたけれど、誰もほとんど喋らなかった。その時近くに住んでるっていう年配の男の人が来て、湖と橋を見てこう言ったんだ。呼ばれたな。あそこは昔から事故が多いんだよ。でもな、落ちたやつ、みんな同じことを言うんだ。友達の声で呼ばれたってな。落ちたやつはな、次は呼ぶ側になるんだよ。この話を聞いたとき、昼間のことを思い出した。湖で釣りをしているとき、赤い橋のところに人が一人立ってた。亮が手を振ったら、全く同じ動きで手を振り返してきたやつ。あの時俺たち、手を振り返したんだよ。あれは多分、手を振り返していたんではないんだ。次に呼ぶやつを探していたんだ。結局その日は修一は見つからなかった。俺たちはどうしていいかわからなくて、とりあえず別荘に戻った。さっきまで酒を飲んで騒いでいた部屋に男3人で座っているのがなんか変な感じだったよ。誰も酒を飲まなかった。誰もテレビをつけなかった。ただただ座ってた。夜の外は真っ暗でさ、窓の外を見ても何も見えないんだよ。でもなんか湖の方は見ちゃうんだよな。朝になってもう一回だけ湖の方に行ったんだ。警察とか消防はもういなくて、湖は昨日のことが嘘みたいに静かだった。昼間釣りしていた場所まで行って、なんとなく湖を見てたら、俊介が、あれって言ったんだ。湖の奥、赤い橋のところ、また誰かが立ってたんだ。橋の手前に人が一人立ってた。動かないでずっとこっちを見てる。それを見た瞬間、あ、昨日のやつだって思ったんだ。昼間に手を振り返してきたやつ。亮が小さい声で、手を振ってみろよって言った。俺はやめろって言ったのに、亮は手を振ったんだ。そしたら向こうのやつ、また同じ動きで、同じタイミングで手を振った。それは昨日と同じだった。でも昨日と違うところがあった。俊介がすげえ小さい声で言ったんだ。あれって、修一の服じゃないか。よく見たら橋のところに立ってるやつ、黒いパーカーを着てたんだ。修一が昨日橋に行った時に着てたやつと全く同じ服だった。
その時俺のスマホが鳴った。それは警察からだった。昨日橋から落ちた人、朝下流の方で見つかったって。俺は電話を切ってもう一回橋の方を見たら、さっきまで立っていたやつもういなくなってたんだ。その日の昼に俺たちは別荘を引き上げて東京戻って何日かして週一の葬式に行った。葬式の後、俊介が俺に言ったんだ。あの湖と橋な、昔からゴールデンウィークだけ事故が多いんだって。でな、落ちたやつ、次の年のゴールデンウィークになると橋のところに立ってるのが見えるらしい。釣りをしてるやつとか別荘来てるやつに手を振るんだってさ。それを聞いて俺はちょっと嫌なことを思い出したんだ。去年別荘来た時の写真、みんなでバーベキューしている写真。その写真の後ろに湖が映っているんだけどさ、湖の奥の赤い橋のところに人が一人立っているのが映ってた。その時は、あ、誰かいるな、くらいにしか思わなかった。でも今見るとわかる。その人、黒いパーカー着てたんだよ。周一が橋から落ちた時に着てたやつと全く同じやつ。多分あそこ、毎年いるんだよ。ゴールデンウィークになると、あの橋のところに立って釣りをしているやつとか別荘来たやつに手を振るんだ。それで手を振り返したやつとか、名前呼ばれて返事したやつとか、橋の下を覗いたやつとか、そういうやつが落ちるんだと思う。後から思い出したんだけどさ、週一、昼間に橋のやつに手を振り返していたんだよ。橋の下も覗いてた。名前呼ばれたとき、え？って返事もしてた。今思うとあいつだけ全部やってたんだよな。多分ああいうのは一人連れて行くまで帰らないんだと思う。だからもしこれからゴールデンウィークに山の別荘とか湖とか釣りとかに行くやつがいたら覚えておいた方がいい。知らないやつが手を振ってきても絶対に振り返すな。夜名前を呼ばれても返事はするな。そして橋の下を覗くな。ああいうのは人ではない。あれは次に落ちるやつを探しているだけだから。そういえばさ、今年のゴールデンウィーク、またみんなであの別荘に行こうって話が出てるんだよ。人数が足りないからさ。高校3年の夏休み、俺たち5人はキャンプに行くことになった。メンバーは、俺、匠、蓮、ゆうた、たける。中学の頃からいつも一緒につるんでいる連中だった。行き先は山の中にある小さなキャンプ場だった。近くには川が流れていて、周りには林しかない。電波もほとんど入らないような場所だった。こういう場所に行こうと言い出したのは匠だった。高校のうちに一回くらいちゃんとキャンプしとこうぜ。ただそれだけの理由だった。昼過ぎに着いてテントを立てて火を起こして肉を焼いた。ゆうととたけるは火起こしで騒いで、蓮は黙って川を見に行って、匠はずっとスマホで写真を撮っていた。俺はというと特に何をするでもなく、少し離れたところから川を眺めていた。その川は思っていたよりも流れが速くて、深いところは底が見えなかった。水の色が濃い緑というか、黒に近い色をしていた。石を一つ拾って川に落としてみた。ポチャンという音がしてすぐに見えなくなった。そしていつの間にかユータが横に立っていた。ユータは川を覗き込みながら少し嫌そうな顔をしていった。俺さ、
こういうところちょっと苦手なんだよね。え？どうして？って聞くと、ゆうとは少し笑って言った。下見えないとさ、なんかいそうじゃん。足とか掴まれそうで。冗談っぽく言ってたけど、ゆうとはそれ以上川に近づこうとしなかった。その時レンが戻ってきて言った。この川って昔流された人がいるらしいよ。管理人から聞いた話らしかった。ずっと前に子供が流されて、しばらく見つからなかったらしい。見つかったのは少し下流の岩が多い場所だった。岩と岩の間に体が挟まった状態で見つかったらしい。そこでレンは少しだけ間を空けてから言った。見つかった時、笑ってたんだって。タケルが、え？と声を出した。レンは少しだけ笑いながら説明した。溺れた人は苦しそうな顔ではなくて、口が開いたまま固まって、笑ってるみたいな顔になることがあるらしい、という話だった。その話を聞いてから、なんとなくみんなあまり川に近づかなくなった。夕方になって山の向こうに日が沈むと、急に周りが暗くなった。街灯なんてものはなくて、テントのランタンの光だけがやけに明るく見えた。やることもなくなって誰かが言い出した。肝試しをしようと。キャンプ場から少し上流に行くと古い橋があるらしく、そこまで行って戻ってくるだけという単純なものだった。懐中電灯は2本しかなかったから2人ずつで行くことになった。順番は最初に俺とユータ、次に匠とレン、タケルはテントで待っている係になった。夜の山は思っていたよりずっと暗かった。ライトを消したら本当に何も見えなくなる暗さだったんだ。橋までは川沿いの細い道を歩いていく。右側が林で左側が川。ずっとザーっていう川の音がしていた。橋に着いてからは写真を撮って少しだけ休んで、俺たちは来た道を戻り始めた。帰り道は行きよりも暗く感じた。俺が前を歩いて、ユータが後ろを歩いている。しばらく歩いていると、後ろから足音が聞こえなくなった気がした。気のせいかとも思ったけど、なんとなく気になって俺は振り返った。あれ？ユータ？少し間があってから暗闇の中から声がした。何？いるよ。声は少し離れたところから聞こえた。懐中電灯を向けると、ユータは川側の方に立っていた。道から少し外れた石が多い場所だった。何してんだよ。悪い。ちょっと足滑らした。そう言ってユータは笑った。それからユータは道に戻ってきて、また俺の少し後ろを歩いた。やがてキャンプ場の明かりが見えてきて、テントのところにまで戻った。タケルが、おかえりって言って、入れ替わりで匠とレンが橋の方へと歩いて行った。俺は椅子に座って、ぼんやりと火を見ていた。パチパチっと音がして、火の粉が時々空に上がっていった。どれくらい時間が経ったのかわからない。10分くらいだったと思う。やがて匠とレンが戻ってきた。マジでなんもないな、と匠が言った。暗いだけだったよ、とレンも言った。だけどその時タケルが言った。あれ？ユータは？俺は顔を上げる。え？ユータトイレ？そう言われて、俺は周りを見た。テントの中、車の近く、炊事場の方。どこにもユータはいなかった。いや、一緒に戻ってきたけど。俺がそう言うと、匠が変な顔をした。
え？俺らが戻ってきたとき、お前とタケルしかいなかったぞ。レンも何も言わずにうなずいた。その瞬間、背中が少し寒くなった。いや、さっきまでいたって。そう言いながらもう一度周りを見たけど、やっぱりどこにもいなかった。その時どこからか水の音が聞こえた気がした。ザーッという川の音ではなくて、もう少し近い、ポチャンという音だった。俺たちはユータの名前を呼びながら川の方へと歩いていった。暗い川は昼に見た時よりずっと黒く見えた。俺たちは懐中電灯を持って川の方へと向かった。さっき、ポチャンと音がした気がした場所の方だった。夜の川は昼間とは全然違って見えた。流れている水が黒くて、どこが浅くてどこが深いのかわからなかった。ライトで照らしても水面が光るだけでその下は何も見えなかった。ユーター！匠が大きな声で名前を呼んだ。でも返事はなかった。少し離れた場所からタケルが言った。なあ、さっきの音、あっちじゃない？指さしたのは、俺とユータがさっき通った道の下、川に降りられそうな石の多い場所だった。俺は少し嫌な感じがした。さっきユータが足を滑らせたって言って立っていた場所になんとなく似ていたからだ。俺たちは足元を照らしながらゆっくりとそこまで降りていった。石が濡れていてかなり滑りやすかった。ユータ、いたら返事して。レンも少し強い声で叫んだ。その時だった。チャプと水の音がした。みんな一瞬黙って音がした方にライトを向ける。でも何もいなかった。流れている水と岩しか見えなかった。今、なんか落としたよな。とタケルが小さい声で言った。誰も、しなかった、とは言わなかった。俺は川の中をライトで照らした。岩がいくつもあって、水の流れで影が揺れていた。その影の中に一瞬だけ、人が立っているように見えた。膝くらいまで水に浸かって、こっちを向いて立っているように見えた。俺は思わず声が出た。ユータ？ライトを少し上に向ける。でもそこにあったのは人ではなくて少し大きな岩だった。影が人の形に見えただけだった。ユータいた？と匠が聞いた。いや、岩だった。そう答えたけれど、さっき一瞬見えたものがどうしても岩には思えなかった。その時後ろの方から声がした。おーい。全員一斉に振り返った。暗闇の中にライトが2つ見えた。キャンプ場の方から管理人のおじさんともう一人の大人が歩いてきた。匠が連絡していたらしかった。まだ見つからないのか？管理人のおじさんがそう言って俺たちのところまで降りてきた。俺たちは一緒に橋に行ったこと、帰り道で一緒にいたはずなのにいなくなったことを説明した。管理人は少し黙ってから川をライトで照らしてこう言った。流されたかもしれないな。その言葉を聞いた瞬間、さっき聞いた話を思い出した。昔流されて岩に挟まって笑って見つかった子供の話。急に川の音が大きく聞こえた気がした。今日はもう危ないから探すのは明日にしよう。警察にも連絡する。管理人がそう言った。いや、でも、とタケルが言いかけた。その時また近くで音がした。ポチャン、と。全員音のした方を見た。ライトを向ける。
水面が少しだけ揺れていた。その揺れの向こう側、岩と岩の間の暗い隙間が誰かの口みたいに見えた。俺はなんとなく思った。あそこに何かが挟まっているような気がするって。でもライトをずっと当てていると、ただの岩の隙間にしか見えなかった。それで結局、ユータは見つからなかった。俺たちはほとんど眠れないまま朝になって、親と警察が来て事情を説明して、そのまま家に帰された。帰る前にもう一度だけ川を見に行った。昼間の川は昨日と同じはずなのに、全然違う場所みたいに見えた。夜に見たあの黒い水の場所がどこだったのかわからなかった。その時レンが小さな声で言った。なあ、昨日さ、俺ら橋から戻るとき、一回後ろから足音聞こえなかった？俺は何も言えなかった。その夜の帰り道で、俺は確かに後ろから声を聞いた。いるって。あの声が本当にユータだったのか、その時はまだわからなかった。ユータがいなくなってから3日後だった。警察と消防が入って川の捜索が本格的に始まったと匠から連絡が来た。俺たちも来るようにと言われて、その日の朝もう一度あのキャンプ場に集まった。あの日と同じ道を通って同じ駐車場に車を止めて同じ川の横を歩いた。まだ川のはずなのに、その場所だけ少し寒い気がした。川の少し下流の方に警察と消防の人たちが集まっていた。ロープを張って長い棒みたいなもので川の中を探っていた。俺たちは少し離れたところでそれを見ていることしかできなかった。どれくらい時間が経ったのかわからない。1時間くらいだったかもしれない。その時、川の中に入っていた人の一人が大きな声を出した。いたぞ！空気が変わったのが分かった。周りにいた人が一斉にその場所に集まる。俺たちも気づいたらそっちに近づいていた。下がってくださいと言われたけど、少し離れた場所から川の中が見えた。岩がいくつも重なっていた場所だった。水の流れが少しだけ強くなっているところだった。その岩と岩の間に何かが挟まっていたんだ。最初それが何なのかわからなかった。だけど服みたいなものが見えて、白いものが見えて、それから人の腕が見えた。消防の人が何人かで川に入って、挟まっているものを引き上げようとしていた。でもなかなか動かなかった。挟まってるなぁ。誰かがそう言ったのが聞こえた。だけどしばらくして体が少し動いて岩の間から顔が見えた。その顔はユータだったんだ。目が開いていて口も開いていた。水の中でゆっくりと体が揺れている。そして笑っているように見えた。少し離れたところで警察の人たちが俺に言った。おそらく足を滑らせて落ちてそのまま流されたんだろう。ここで岩に挟まって動けなくなったんだな。足を滑らせて落ちた。その言葉を聞いた瞬間、あの夜のことを思い出した。帰り道、後ろから足音が聞こえなくなって、俺が振り返った時のこと。暗闇の中にライトを向けたら、ユータは川側の石のところに立っていた。ちょっと足滑らせた。そう言って笑っていた。あの時、ユータの靴は濡れていた気がする。俺は警察の人に聞いた。ここって橋から戻る道の途中ですか？警察の人は少し考えてから言った。そうだな。上流の橋から流されたなら、この辺りに引っかかってもおかしくはない。俺はもう一度川を見た。
岩と岩の間に挟まって引き上げられたユータの体は地面に寝かされて青いシートをかけられた。でもシートをかける前、最後に一瞬だけユータの顔が見えた。口が開いたまま笑っているみたいな顔だったんだ。その顔を見た瞬間、思い出した。あの夜俺が振り返って、ユータと叫んだとき、少し間があってから暗闇の中から聞こえた声。ここにいるって。もしあの時もうユータが川に落ちて流されてこの岩の間に挟まっていたとしたら、あの夜俺が後ろから聞いた返事は一体誰の声だったんだろう。俺、高橋って言います。これは前の会社にいた頃の話です。俺は仕事の付き合いでよくスナックに行ってました。駅前の細い路地にある小さい店です。名前はスナックユキ。その店によく連れて行ってくれたのが取引先の山本さんでした。山本さんはその店の常連で、店に入るとママが何も言わなくても酒を出すくらい仲のいい客でした。俺は何度かその山本さんと店に行きました。たまに同僚の佐藤も一緒でした。店はカウンターだけで広くもないのに妙に落ち着くような場所でした。ママも話しやすい人で、最初はただの感じのいい店だと思っていたんです。でも何度か通ううちに少しだけ引っかかることがありました。その店はやたらと保険の話になるんです。病気の話をしても最後は保険。事故の話をしても最後は保険。家族の話になってもやっぱり保険。そしてママがよく言っていました。人間、いつ何があるかわからないからちゃんと入っといた方がいいって。それだけなら別に変じゃないんです。年齢的にもそういう話をする人はいますし。でも、あの店は少ししつこかった。ただ保険に入れっていう話ではなくて、受取人をどうするかって話までよくしていたんです。受取人は大事。ちゃんと考えた方がいい。後で揉めるから。ママはよくそんなことを言っていました。山本さんはその度に笑っていました。でもある日、保険に入ったって言ったんです。その時のママの顔、なんかよく覚えているんですよね。すごく嬉しそうでした。本当に自分のことみたいに喜んでいたんですよ。それから少しして、山本さんは受取人を変えたって言ってました。理由はよくわかりません。まあ、いろいろあってさ、って笑ってたんですけど、その話を聞いた時だけ、なぜか佐藤が黙っていたのを覚えてます。俺はその時、少し変だな、と思いました。でもまさか、そこに意味があるとは思いませんでした。それからしばらくして、山本さんは事故で亡くなりました。夜車で帰る途中の事故だったそうです。その話を聞いたとき、最初は本当にただの事故だと思ってました。でも一つだけ引っかかったことがありました。事故があったその夜、俺その店にいたんですよ。店にいたのは、俺と佐藤とママ。山本さんも来るはずだってママは言ってました。今日は遅れてくるはず、そう聞いていたんです。でも結局山本さんは来なかった。その次の日に帰り道で事故に遭って死んだって聞きました。その時は本当にただの偶然だと思ってたんです。でも今思うと、あの夜から少しおかしかった。ママは山本さんが来ないことをあまり心配していなかったんです。それどころか、どこか最初から知っていたみたいな顔をしてました。
その違和感に気づいたのはもう少し後でした。店の壁に貼ってあった写真を見たときです。店の壁には写真が何枚も貼ってありました。店の前で並んで撮った写真とか、誕生日みたいな写真とか、いかにも常連の店って感じで、最初は何も気にしていませんでした。でもある時気づいたんです。写真の端に小さい赤い印がついている写真が何枚かあることに。ペンでちょんってつけたみたいな小さい赤い丸でした。前に来た時は気づかなかったのに、その日はなぜかそれが目に入ったんです。俺が写真を見てたら、ママが後ろから来て、懐かしいでしょって言いました。俺が赤い印のことを聞くと、ママは普通にこう言いました。その人たち、もう来れない人なのよ、って。事故とか病気とかそういうので亡くなっちゃった人。ママは大したことじゃないみたいに言いました。俺はその時、山本さんのことを思い出しました。そう思えばあの人もこの写真のどこかに写ってたなと思って壁をよく見てみたんです。少し端の方に山本さんが写っている写真がありました。その写真にも赤い丸がついていました。その瞬間、ちょっと嫌な感じがしました。ただ亡くなった人の写真に印をつけているだけで、それだけのことかもしれないんですけど、なんでそんなことをするんだろうって思ったんです。その日の帰り道、俺は佐藤にその話をしました。佐藤は少し黙ってから、気づいたのかって言いました。その言い方が気になって、俺は詳しく聞いてみることにしました。すると佐藤は、あんまり大きい声では言えないけど、と前置きをして、こんなことを言いました。あの店に来てる常連、保険に入る人が多いんだって。ママの知り合いに保険屋がいて、店で仲良くなった人に紹介してるらしいって。そこまではまあよくある話だと思いました。でも佐藤はその後、少し変なことを言いました。保険に入った後、受取人を変える人がいるって。しかもそれが家族ではないことがあるって。誰に変えてるのかまでは、その時佐藤は言いませんでした。ただこう言いました。山本さんも変えていたらしい。俺はその時初めて、少し怖いなって思いました。山本さんも保険に入って、受取人を変えて、その後事故で亡くなっているんです。偶然にしては何かできすぎている気がしました。でもまだその時はただの考えすぎだと思おうとしてました。事故なんて毎日どこかで起きているし、たまたま重なっただけかもしれない。そう思おうとしていたんです。でもその考えが変わったのは次にあの店に行った時でした。カウンターに座るとママが俺の顔を見てこう言ったんです。高橋さん、保険入ってる？その時の俺、なんでそんなことを聞くんだろうって思いながら、まだ入ってないって答えました。そしたらママがすぐに言いました。知り合いにいい人がいるから紹介してあげるって。その時の俺は壁の写真の赤い丸を思い出して、なんとなく嫌な感じがしたんです。その時カウンターの上に写真が一枚置いてあるのに気づきました。それは新しく撮った写真みたいでした。そこに写っていたのはママと俺と佐藤でした。ママはその写真を見ながらこう言ったんです。ちゃんと貼っておかないとね。その言い方がなぜかすごく気持ち悪かったんです。その写真がカウンターに置いてあった日から、なんとなくあの店に行くのが嫌になりました。でも仕事の付き合いもあって、しばらくしてまた佐藤と二人で店に行ったんです。店に入るといつも通りママがいて、
いつも通りの席に座りました。でも壁を見た瞬間、少しだけゾッとしました。この前カウンターに置いてあった写真、俺と佐藤とママが写っている写真、それがもう壁に貼ってあったんです。他の常連の写真と同じように何枚も並んでいる写真の中に俺たちの写真も混ざっていました。俺はその写真を見ながらなんとなくママに聞きました。あの赤い印って亡くなった人の印なんですか？って。ママは隠す様子もなく普通にそうよって言いました。来なくなった人を忘れないようにしているのって。忘れないようにって言いながらママは笑ってました。俺はその時前から気になっていたことを聞いてみました。山本さんの保険の受取人、誰だったんですかって。ママは少しだけ黙ってから普通の声で言いました。私だよって。その瞬間頭が真っ白になりました。なんでそんなことになるんですかって聞いたらママはこう言いました。身寄りがない人だったから私が頼まれたのよって。でもその言い方がどうしても用意していた答えみたいに聞こえたんです。横で黙っていた佐藤が小さな声で言いました。山本さんだけじゃないんだ。俺は佐藤の方を見ました。佐藤は壁の写真を見ながら言いました。赤い印がついている人、みんなほとんどそうらしい。保険に入って受取人を変えて、その後事故で亡くなってるって。俺は何も言えませんでした。だけどママは否定しませんでした。ただカウンターの中でグラスを拭きながら静かにこう言いました。人間、いつ死ぬかわからないのよ。だから先に約束しておくだけよ。って。その時ママが壁の写真を指でなぞりながらこう言ったんです。順番にね。って。俺は意味がわからなくて、順番って何ですか？って聞きました。ママは少し笑って、保険に入った順番、受取人を変えた順番。だから次が誰かちゃんとわかるのよって。俺は壁を見ました。赤い印がついている写真がいくつもあって、その中に山本さんの写真もあって、そしてその並びの一番端に最近貼られた俺と佐藤の写真がありました。その写真にはまだ赤い印はついていませんでした。ママは俺の方を見て静かに言いました。保険入るなら早い方がいいわよ。いい知り合い紹介してあげるから。俺はその時やっと分かったんです。山本さんが亡くなった理由、あの店が保険の話ばっかりしていた理由、あの店は保険に入らせて受取人を自分に変えさせて順番に死なせているんです。俺は怖くなってその日を最後にあの店にはもう行っていません。でも最後に見たんです。店を出るとき、ママが壁の写真を見て、俺と佐藤の写真の位置を少しだけ前に動かしていました。順番を入れ替えていたんだと思います。1週間前の話、娘を連れてドライブに行った。なんてことない山道を進んでいって、途中のドライブインで飯を食って、で、娘を脅かそうと思って、舗装されていない脇道に入り込んだんだ。娘の静止が逆に面白くって、どんどん進んでいったんだ。そしたら急にエンジンが止まってしまった。山奥だから携帯もつながらないし、車の知識もないから、娘と途方に暮れてしまったんだ。飯を食ったドライブインも歩いたら何時間かかるか。で、
しょうがないからその日は車中泊して、次の日朝から歩いてドライブインに行くことにしたんだ。車内で寒さをしのいでいるうちに夜になった。夜の山って何も音がしないのな。たまに風が吹いて木がざわざわ言うくらいで。で、どんどん時間が過ぎてって、娘は助手席で寝てしまった。俺も寝るか、と思って目を閉じてたら何か聞こえてきたんだ。今思い出しても気持ちが悪い。声だか音だかわからん感じで。天、そう、滅って何度も繰り返しているんだ。最初は聞き間違いだと思い込もうとして目を閉じたままにしてたんだけど、音がどんどん近づいている気がしてたまらなくなって目を開けたんだ。そしたら白いのっぺりとした何かがめちゃくちゃな動きをしながら車に近づいてくるのが見えたんだ。形はウルトラマンのジャミラみたいな頭がないシルエットで足は一本に見えた。そいつが例えるならケンケンをしながら両手をめちゃくちゃに振り回して体全体をぶれさせながら向かってきている。めちゃくちゃ怖くて叫びそうになったけれど、なぜかその時は隣で寝ている娘が起きないようにって変なところに気が回って叫ぶことも逃げることもできないでいた。そいつはどんどん車に近づいてきたんだけど、どうも車の脇を通り過ぎていくようだった。通り過ぎる間も天、そう、滅って音がずっと聞こえてた。しばらくすると音が遠ざかっていって、後ろを振り返ってそいつの姿が見えなかったから、俺はほっとして娘の方を向き直ったら、そいつが助手席の窓の外にいたんだ。近くで見たら、頭がないと思っていたのに、胸のあたりに顔がついている。思い出したくもない恐ろしい顔で、ニタニタ笑ってるんだ。娘に近づかれたって怒りが湧いてきて、この野郎って叫んだんだ。叫んだ途端そいつは消えて、娘が跳ね起きた。俺の怒鳴り声にびっくりして起きたのかと思って、娘に謝ろうと思ったら、娘が、入れた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 、って、ブツブツと言っているんだ。これはやばいと思って、なんとかこの場を離れようとエンジンをダメ元でかけてみた。そしたらかかった。俺は急いで来た道を戻っていった。だけど娘は隣でまだつぶやいている。俺は早く人がいるところに行きたくて車を飛ばした。ようやく街の明かりが見えてきてちょっと安心したが、娘のつぶやきが入れた、入れた、入れたから天、そう、滅にいつの間にか変わっていて、顔も娘の感じじゃないみたいになってた。家に帰るにも娘がこんな状態じゃって思って目についた寺に駆け込んだんだ。夜中だったが、寺の隣の住職が住んでるところには明かりがついていて、娘を引きずりながらチャイムを押した。住職らしき人が出てきて娘を見るなり、俺に向かって、何をやったって言ってきた。俺は山に入って変な奴を見たことを言うと、残念そうな顔をして、気休めにしかならないだろうが、と言いながらお経をあげて、娘の肩と背中をバンバン叩き出した。住職が止まってけというので、娘が心配だったこともあって、俺は止めてもらうことにした。住職が言っていたんだが、娘は山の毛に取りつかれたらしく、49日経ってもこの状態が続くなら、一生このまま正気に戻ることはないらしい。住職はそうならないようにと娘を預かって、なんとか山の毛を追い出す努力はしてみると言ってくれた。妻にも俺と住職から電話をして、なんとか信じてもらった。あのまま家に帰っていたら、住職が言うには、妻にも山の毛がついてしまっただろうと。山の毛は女につくらしく、完全に山の毛を抜くまでは妻にも娘にも会えないらしい。1週間経ったが、娘はまだ住職のところにいる。
毎日様子を見に行っているが、もう娘じゃないみたいだ。ニタニタ笑って、何とも言えない目つきで俺を見てくる。早く元の娘に戻ってほしい。妻からは随分責められました。なぜ山に連れて行ったのか、なぜ悪ふざけをして山奥まで車を走らせたのか、なぜ車を出て人里まで降りていかなかったのか、などです。私は何も言えませんでした。当然です。私が行動と選択をすべて誤っていたことが娘をおかしくした原因なのですから。ただ、特別な力があるかどうかもわからない住職に娘を任せるより、病院に連れて行ってみてもらった方がいいという妻の強い願望については、私は了承することができませんでした。私が実際にこの目で見た山の毛という化け物は確かに存在しており、娘がおかしくなったのも山の毛のせいであるという確信があったからです。住職も娘を一目見るなり、何かに取りつかれているということを察知していて、なおかつ山の毛の存在も認知していたため、信頼がおけると私は思っていました。ですから、病院に連れて行くなどしても無駄。適当な病名をつけられて終わりだという思いと、病院に連れて行く場合は妻も当然つきそうでしょうから、妻にも山の毛がつくという事態だけは避けなければならないという私の判断で娘を寺に預け続けました。そして山の毛に取りつかれた日から40日ほどが経過した3月の中旬頃、住職から連絡がありました。山の毛を追い出すだと。私は大喜びで娘を迎えに行きました。住職に連れてこられて私の前に歩いてきた娘は、あの気味の悪い笑顔は消え、私が知っているいつもの可愛い笑顔で私にしがみついてきました。根気よく除霊の度胸をし、心配してよく来てくれるお父さんと家で帰りを待っているお母さんのために山の毛に打ち勝ちなさいというような言葉をかけ続けた結果、なんとか山の毛は出て行ったようだと住職は言いました。ただ40日も取りつかれていたから、おそらく頭がぼんやりとしていて、言葉を発するのも少し時間はかかるだろうという住職の話の通り、娘は無言で微笑んでいました。私はともかく娘が正気に戻ったことが嬉しくて、一刻も早く妻とも再会させたい、喜びを分かち合いたいと思い、娘を家まで連れて帰りました。出迎えた妻も娘の顔を見るなり嬉しさのあまり泣き出し、娘を抱きしめました。私も抱き合う二人の肩に手を乗せ、すべてが終わったと安堵しました。すると娘が妻の耳元で何かを囁いていました。住職からは娘がまだうまく話せないということを聞いていた私は、不思議に思いながら何を話しているのか耳を傾けました。天、そう、滅。それを聞いた私の全身から血の気がさーっと引いていきました。追い出してなんかいなかったんです。山の毛は娘の中に隠れていただけだったのです。住職が家でお母さんが待っていると繰り返し話したことで、山の毛は娘以外に取り付くチャンスを狙っていたんです。妻の体がビクンと硬直し、私の方をゆっくりと向きました。無表情だった妻の顔が歪んで、娘と同じように気味の悪い笑みを浮かべていました。そして、入れた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 、と妻と娘が同時に声を上げました。二人とも両目が外側を向いて涙を流しながら笑っていました。そして恐怖のあまり後ずさった私にゆっくりと近づいてきました。その後のことは覚えていません。気づいたとき私の足元には血まみれの妻と娘が倒れていました。そして私の手には真っ赤に染まった包丁が固く握られていました。
慌てて包丁を手から離そうとしましたが、筋肉が硬直し、全く指が動かなかったことだけを鮮明に覚えています。その後私は妻子を殺した罪で逮捕され、懲役22年の判決を受けました。化け物が妻と娘に憑依して襲いかかってきたという私の取り調べの際の主張が、私の心神耗弱を裏付けるものとして弁護側に利用され、懲役30年の求刑が減刑された結果でした。刑務所内で私は反省と自問を繰り返しました。妻の言う通り、病院へ連れて行っていればこんなことにならなかったのでは。妻にも取り付いてしまうことを避けたはずが、なぜこうなってしまったのか。答えの出ない自己反省を続ける私の姿が刑務所側には心象よく映ったためか、刑期を満了する22年を待たず、私は17年で仮出所することになりました。そして仮出所した今、私は久しぶりにネットに書き込むことができています。出所して以降、17年の時を埋めるように、私はネットの知識を詰め込みました。X、YouTube、Instagram、TikTok、5ちゃん。そして私が書いた体験が世の中に山の毛という怪談話として認知されていることも知りました。ネットを通じて山の毛を知った当時の若者が親となり、子供へと伝えていることも知りました。私も本来ならそういった方々と同様に別世界の話としてネット怪談を楽しみ、子供にも面白おかしく伝えたりしながら幸せに生きていけるはずでした。ですがそれはもう叶いません。どうして私たち家族だけがこんな思いをしなければならないのでしょうか。それを考えたとき、私はあることを思いつきました。それは皆さんにも同じ思いをしてほしいということです。私たちだけが不幸になって、それを知らずに皆さんが山の毛を単なる怪談として面白がっている。それは不公平ですよね。幸いなことに山の毛は様々なクリエイターの方々によって漫画や小説、動画などで取り上げていただき、最近ではヒット曲にもなりました。つまりもう皆さんは山の毛がどういうもので取り憑かれたらどうなるのかご存知のはずです。私は YouTube チャンネルを開設し、並行して X のアカウントも作り、山の毛を自らの体験談ではなく創作物として発信しました。その結果、多くの反響をいただき、幸いなことにそのほとんどが好意的なものでした。おかげさまでフォロワーも増え、さらにたくさんの方々に山の毛は知られています。準備は整いました。今もこうしてパソコンに向かっている私の後ろでは、私が殺してしまったはずの妻と娘が、あの気味の悪い笑顔を浮かべながら、私の心に語りかけてきます。もっと入りたい、もっと入りたい、と。せっかく山の毛を知っていただいて、楽しんでいたところ申し訳ないのですが、楽しいのはここまでです。これを聞いている、読んでいる方々に私たち家族と同じ思いをしていただきます。昔流行った自己責任系のようなものです。妻と娘の無念と山の毛の欲望をネットに載せて皆さんに送ります。スマホを切っても無駄です。もうここまで聞いてしまったのですから。あの夜、給油に立ち寄ったガソリンスタンドで感じた嫌な気配が全ての始まりだった。思い返すほどにあそこで引き返していればと今でも思う。深夜1時、人気のない山間のスタンド。給油機だけが白い光を落とし、売店は閉まって薄暗いままだった。給油を終えてノズルを戻した瞬間、耳の奥でパキッと小さくなった。金属音でも虫の声でもない。人の関節が動いたような湿った音だった。振り返っても誰もいない。だが給油機の裏へ伸びる影だけが
わずかに揺れ続けていた。風もないのに揺れる影は不自然以上に俺を待っているように見えた。胸騒ぎを覚えつつ車に乗り込み、スタンドを出た。そこからトンネルまでは一本道で、夜は車のヘッドライトだけが頼りになる。山道へ入ると、さっきの影の揺れが頭から離れなかった。バックミラーに映る闇の奥に何かが追ってきているような気さえした。やがて古いトンネルの入り口が見えた。ライトに照らされるコンクリートは濡れたように黒く光り、車が入った瞬間、音が一つも残らずに吸い込まれた。空気が急に変わった。ガソリンの匂いも山の湿気も消え、ただ静けさが肩に乗るような重さがあった。出口の光が小さく見え始めた時だ。その出口に白い服の女が立っていた。最初は反射板かと思った。だが近づくほど輪郭が人の形をしているのがはっきりと分かった。不自然なのは立ち位置だった。トンネルの中央ではなく、出口の縁に体を張り付けるように立っていたんだ。しかも顔は出口の外ではなく、トンネルの奥、つまり俺の方へ向いているはずの暗闇側へ向けられたまま。こちらを見ていないのに、通り抜ける瞬間だけを待っているような、そんな気配があった。ライトが服を照らしかけたとき、女の肩がわずかに揺れた。風は吹いていないのに。ライトに照らされた女の肩が揺れた瞬間、背中に冷たい汗が流れた。あのガソリンスタンドで聞いたパキッという音と同じ湿った気配をその場の空気が帯びたからだ。女は出口の縁に張り付くように立ち、こちらを向かないまま微動だにしない。だがトンネル内の空気だけがじわりと吸い寄せられているように見えた。まるでスタンドで揺れていた影がそのまま形を変えて現れたような異様さだった。減速しても道幅が狭くて避けることはできない。ライトが近づくほど白い服の表面に濡れた光が浮き、胸元から袖にかけてじわりと黒いシミが広がっていくのが見えた。まるで地面に落ちる影が服の内側へ入り込んでいくみたいに。その時、車のスピーカーがポツッと小さくなった。ラジオでも音楽でもなく、何かが内部に触れたような乾いた音。ガソリンスタンドの給油機の裏で聞こえたのと同じ、指の関節を鳴らすような小さな音だった。息が一瞬止まった。車の中にまで音が追いかけてきたとしか思えなかった。女との距離はもう数メートル。直接見るのが怖くて、フロントガラス越しの映り込みに意識をそらしたその瞬間、ガラスの端に白い線が揺れた。細い指だった。外の女の腕ではない。ガラスのすぐ手前、車内の天井側から伸びているように見えた。心臓が跳ね、体が硬直する。視線だけで天井を追うと、光の当たらない薄暗がりに影が広がり、そこから細い指が一本垂れるように降りてきた。恐怖で声も出ない。ただスタンドで見た影の揺れ方と同じだと分かった。あの時は地面、今は車内。追ってきたのはトンネルの女ではなく、スタンドで俺を見ていた何かなんだと。車が女の真横へ差し掛かる瞬間、車内の指と出口に立つ女の肩が同時に揺れた。離れた距離にいるはずなのに、同じタイミングで動くその異様さに全身の毛が逆立った。そして女の顔がついにこちらへ向いた。影に沈んでいた輪郭が一気に浮き上がり、黒い穴のような目だけがくっきり俺を捉えた。それと同時に天井から降りてきた指が
俺の肩にそっと触れた。肩に触れた指は冷たさよりも濡れた質感だけが妙に生々しかった。ガソリンスタンドで聞いたあの湿ったパキッという音と同じ気配が皮膚に張り付く。トンネルの出口へ差し掛かる瞬間、背筋が勝手に震えた。女の顔は穴のような目だけが異様に黒く沈み、その視線がまっすぐフロントガラス越しの俺を捉えた。車は減速する余裕もなく、そのまま女の横を通り抜ける。視界の端で女の服から黒い影がふわりと浮いた。それはまるでスタンドで揺れていた影そのものが女の中に入り込んでいたように見えた。車が出口を抜けた瞬間、肩に置かれた指がギュッとわずかに沈んだ。押すでも掴むでもなく、位置を確認するように触れている冷たい静けさだった。思わず振り返りそうになる。だが視線を戻したら終わりだと直感した。外ではなく車内にいる何かを見ることになると分かったからだ。加速しようとアクセルを踏み込んだ瞬間、車内のスピーカーがポタッと濡れた音を垂らした。耳がゾワリと震える。ついで天井から落ちる水滴。さっきまで指が触れていた右肩の上に一滴二滴と確実に落ちてくる。雨は降っていない。なのに車内だけが濡れていく。バックミラーを恐る恐る確認すると、トンネルの出口に女が立っていた。今度は俺に背を向けて。その背中の影が妙に大きく広がっていた。だがミラーの手前側に別の影があった。運転席のすぐ後ろ、後部座席の中央に黒い影が人の形を作って座っていた。姿は見えていないのに、その形だけははっきりわかる。そいつは俺を覗くように前へ傾いていた。肩に触れた指は消えていたが、今はその気配が首元に近づいているのが分かった。怖くて振り返れない。だがミラーに映っている影だけで十分だった。それは女ではなかった。ガソリンスタンドの給油機の裏にあった揺れる影そのものが座っていたんだ。トンネルの女は導き手に過ぎなかった。追ってきたのは最初から影の方。スタンドの時点でもうすでに車へ乗り込んでいたんだ。視界の端で後部座席の影がゆっくり頭を上げた。ミラーにその黒い輪郭が近づく。肩越しに呼吸がかすかに触れた。俺は逃げるようにアクセルを踏み込む。絶対に振り返らず山道を一気に下った。その間ずっとミラーには影が映り続けたままだった。スタンドで俺を見ていたあの揺れる影がずっと後ろに座ったまま。あの日山で聞いた返事が俺の声ではなかった。それを思い出すだけで今でも耳の奥がうずく。山あいの集落にある古い林道を歩いていたのは8月の終わりだった。昼でも薄暗くて細長い影が足元に縫い付いてくるような深い谷合いの道。この地域には昔から山で声を出してはいけないという風習があると聞いていたが、その時の俺は全く気にしていなかった。疲れていたのもあって誰に聞かせるでもなく、ぽつりと自分の名を口にした。その直後だった。谷に響くはずの反響が返ってこなかったんだ。代わりに遅れて届いたのは俺よりも低く湿った声で発声された同じ名前だった。
一瞬風かと思った。けれどその声は風の揺らぎではなく、はっきりと俺に向けて呼んだ声だった。姿は見えない。音だけが山の奥からじわりと滲むみたいに届いてくる。胸の奥に冷たい感覚が宿って呼吸が浅くなった。その時、ふと祖母の言葉がよみがえる。山は呼ぶ時だけ返す。帰ってきた声が自分ではなかったら、もう振り向くな。それは、辺境様に名を渡すことになるから。それは、この地域にだけ残る古い風習だと聞いていた。辺境音を神でも霊でもない山の主として扱う考え方。自分の声として帰ってきたなら安全。だが違う声で帰ってきたらそのまま山に惹かれるという。思い出した瞬間、背中がバキッとこわばった。ゆっくり前を向き直り歩き出そうとしたとき、谷の奥からまた俺の名を呼ぶ声がした。先ほどより近く、湿り気を帯び、喉を引きずるような声で。その声は確かに俺の名を呼んでいた。けれどその呼び方が人間のものではなかった。あれは辺境じゃない。辺境様そのものだ。ここから逃げなければ、と思った次の瞬間、谷の向こうでもう一度その声がゆっくりと俺の名前を呼んだ。あの声を聞いた瞬間、俺は逃げるように山道を下った。足元の砂利が跳ね、息が乱れ、それでも振り返る勇気だけはどうしても持てなかった。だが走りながらも耳は勝手にあの山の奥を拾ってしまう。谷を渡るようにしてあの低い呼び声が間を置きながら迫ってきていた。辺境とは違う。反射音ならもっと早く帰るはずなのに、妙に遅く湿った間で近づいてくる。下りの坂を過ぎ、集落が見え始めた時に初めて足を止めた。呼吸を整える間、耳の奥にまだあの声の残滓が張り付いている気がした。村の入り口にある古い休憩所で水を飲みながら座っていると、老人がこちらを見て眉を潜めた。その視線は俺の顔ではなく耳のあたりをじっと探るようだった。声、帰ってきたんだべ。聞いてもいないのにそう言われ、俺は思わず目を伏せた。老人はゆっくりと腰を下ろし、絞るように話し始めた。辺境様に名を拾われると、人はだんだん自分の声が薄くなる。喋っても響かねえのさ。嫌な汗が額ににじんだ。俺が山で名を呼んだ後、声が帰るまでの妙な遅さ。あの湿り気を帯びた呼び方。全部がこの老人の言葉とつながったんだ。今日、山は変だったべ。返し手が歩いてきたんだな。返して、辺境様に名を渡した者が後からついてくると言われる存在。それが人なのか、人の声を映した何かなのかは誰も知らない。振り向かなかったのは正しい。あれはこっちの顔を覚えようとする。覚えられたら最後よ。昼でも夜でも声が迫ってくるようになる。老人は深く息を吐き続けた。今夜だけは家にいても騒ぐな。辺境様は声の出所を探しに来る。声を出した者は家まで引かれてしまう。背筋がじわりと冷えた。
俺が今日声を出した位置、山の奥から迫ってきたあれ、村に降りてきていないとは限らない。休憩所を出たとき、風が一筋背中を撫でていった。その風の中で小さく自分の名がねじれるように響いた気がして、思わず振り返りそうになった。危ない、と足を踏みとどめる。谷の声で聞いたあの声と同じ湿り気がまだ空気に残っていた。その夜老人に言われた通り、俺は家の明かりを落として音を立てないように過ごした。普段なら気にもしない冷蔵庫のうなりや床のきしむ音さえ神経に触る。息を潜めて耳を澄ますほど家の外の暗さが重くのしかかってきた。深夜を回った頃だった。外の空気がいきなり一変した。風が止み、虫の声も消え、世界が一つ息を飲んだような静けさになった。その次の瞬間、玄関の前で砂利がゆっくり踏まれる音がした。一つ、間を空けてもう一つ。歩いている気配なのに足音の感覚が妙にばらついている。まるで人が歩く動きではなく、足音が順に落ちてくるような不自然なリズム。俺は布団の中で息を固めた。その時だった。俺の名前を呼ばれた。玄関の向こうで低く湿った声が、昼間の山で聞こえたあの声と同じ調子でつぶやいた。呼んでいる。俺の名前を。声は反響ではなかった。壁越しに伝わる質量のある生々しい音。家の外にそれが立っているのがどうしようもなくわかった。そしてドアがわずかにきしんだ。その歪む音と重なるように、俺の耳の奥で何かがずるりと滑る感覚がした。自分の声の芯がそっくり抜かれていくような空洞が広がる感覚。辺境様は声の主を迎えに来る。祖母が言っていた言葉が遅れて脳裏に浮かんだ。呼ばれたら返すな。返した瞬間、向こうに連れて行かれる。玄関の前で湿った呼気が揺れた。声の主が俺の名をもう一度ゆっくりと発音した。低く喉をすりつぶすように。その呼び声に抗うように、俺はただ無言で横になっていた。しかし声は窓の外へ、壁の向こうへと家の周囲をなぞるように移動し始めた。一つの声ではない。複数の声が同じ呼び方をしているんだ。お前の名を返せ。お前の声を返せ。喉がひりつき、息を殺し続けたまま夜が明けた。翌朝玄関を開けた俺は息を飲んだ。砂利の上に残っていたのは無数の足跡。どれも同じで俺の靴底の形をしていた。俺の声、俺の名、俺の足音。辺境様は名を拾った者の痕跡を移して歩くという。その日から谷に向かう風が吹くたびに、遠くで俺の声に似た何かが遅れて帰ってくるようになった。そしてもう俺は山で自分の名を呼べない。深夜の帰り道、田んぼの中を伸びる一本の農道を走っていた。街灯は少なく、
車のライト以外は何も見えない。左右には真っ暗な田んぼが底の見えない穴のように広がっている。昼間なら見慣れた景色のはずなのに、その夜はなぜか妙に気配が濃かった。窓を閉めていても湿った土の匂いが入り込んでくる。ワイパーも動かしていないのに、フロントガラスがうっすらと曇った。その時ライトの先で何かが揺れた。最初はただの棒に見えたが、近づくにつれて形がはっきりとした。農道沿いの稲の端に立つ古いかかしだ。麦わら帽子、藁が飛び出した腕、よれた作業服みたいな布切れ。ただ普通と違うのは、顔が布で覆われているのに、なぜかこちらを見ているように感じたこと。目が描かれているわけでもない。布に穴が開いているわけでもない。それなのに道路の脇に立つそのかかしが、まるで俺の通過を待ち構えているように感じた。胸がざわついた。横目に見ながら通り過ぎようとアクセルを踏む。だが通り過ぎる瞬間、かかしの顔がゆっくりとこちらへ向いたんだ。布の下に骨格があるみたいな硬い角度の変わり方。首があるはずのないかかしが俺の車に反応するように回転をした。思わずブレーキを強く踏んでしまい、車体が揺れた。嘘だろ？今動いたよな。バックミラーで確認しようとしたが、視界の端で何かがおかしいことに気づいた。かかしが道路の反対側に移動していたんだ。さっきまでは左側の田んぼに立っていた。それが今は右側に立っている。距離は10メートル以上離れていて、風で倒れたとかそんなレベルではない。体がこわばった。逃げようとアクセルを踏んだ瞬間、右側のかかしがまたこちらを向いた。布の下で骨のきしみみたいな音がした。ギチ、ギギギと硬い何かがひねられる音。俺は怖くなって視線を前に戻した。だがその瞬間、心臓が跳ね上がった。なんと前方にもかかしが立っていたんだ。ありえない。一本道だ。どっから出てきた？ライトに照らされたかかしは、布の顔の中央に黒いシミのような跡があり、それが穴のように見えた。その穴がまっすぐ俺の車を見ている。やばい。絶対に止まっちゃいけない。直感がそう警告していた。俺はギアを入れ直し、全力でアクセルを踏んだ。かかしに突っ込むつもりではなく、すり抜ける隙間を探した。だがすぐに理解をした。どの角度から見ても、かかしがこっちを向いたまま動かない。まるで首が回転し続けて、必ず俺を見てしまうように。喉がカラカラに乾き、背中に汗が流れた。この道を抜けなきゃ助からない。そう思って前へ出た瞬間、かかしの腕がゆっくりと上がった。手招きをするように、指のない藁の腕を前へ突き出して。入れ、そう言われた気がした。俺は無意識にブレーキを踏んだ。ライトの中心にかかしが浮かび上がる。首を完全にこちらへ向け切っている。ここでやっと理解をした。あれは鳥よけではない。人間を呼び込むために立てられたものなんだ。かかしの腕がまっすぐこちらへ向いたまま微動だにしない。藁でできたはずの腕がまるで骨格を持つ生き物のように硬い角度で突き出されている。車のライトに照らされたその姿がどうしても人間の待ち構える仕草にしか見えなかった。アクセルを踏み直した。このまま突っ切るかもしれない。早く道を抜けないと。だが車が動こうとした瞬間、ザッ、ザザッと後方の闇で何かが走るような音がした。振り返るのが怖くてミラー越しにそっと確認する。
後ろにもかかしが立っていた。どれだけライトを遠くまで伸ばしても、そこに人影はなかったはずだ。なのに今は、さっきと同じ布で顔を覆ったかかしが、道のど真ん中に立っている。距離はほんの15メートル。さっきより近い。しかも布の顔の中央にあった黒い穴が、わずかに開いている。息が止まりそうになった。前方にもかかし、後方にもかかし、挟まれてしまった。道の左右は深い田んぼ。U ターンもできないし、逃げようがなかった。ライトをやめると、かかしの輪郭がじわりとにじむ。布の奥に何かがうごめくのがわかる。人の顔が隠れているというより、顔が最初からない。その空洞の奥で何かがこちらを見ている。と次の瞬間、前方のかかしが足を一歩だけ前に出した。藁でできた足が硬い地面に確かに踏みつけた。藁ではありえない音。コツッと人のつま先で踏むような乾いた音。背筋が一気に冷たくなった。頭のどこかが理解した。これはあくまでかかしの形をしているだけの何か。恐怖で視界がにじみ、アクセルを踏み込んだ。どんな形であれ、まだ前は空いている。すり抜けられる距離はわずかでも突破するしかなかった。ギアを入れ、車が動き始めた。だがその瞬間、車体の屋根で音がした。トン、トン、トン。軽いが歩くリズムのような音。まるで誰かが屋根の上をゆっくりと歩いている。絶対に見てはいけない。そう直感したが、視線が勝手に窓の方へ向いてしまった。そこにはかかしの布の顔が水平に滑るように並んでいた。外を走れるはずのないかかしが窓に沿うように速度を合わせてきている。布の下の黒い穴が俺の顔の高さにある。至近距離だ。怖すぎて涙がにじんだ。もう前を見て走るしかない。このまま止まったら絶対に終わる。そう思ってアクセルを踏み込んで、かかしの肩をするようにしてすり抜けた。布の表面がフロントガラスをかすめ、藁の束がミラーを叩いた。その時、バサッと何かが車体の上に落ちた。次の瞬間、車内灯だけが一瞬だけつき、助手席に藁の指のようなものが落ちた。人の指ほどの太さの藁の束。だが先端が爪の形に削れている。自然にちぎれた藁ではない。これは意図的に形を作られたものだった。拾い上げようとした瞬間、助手席の足元で藁が動いた。床マットの上で藁の束がうごめいている。まるで何かに使われていた余った指だけが車内に転がり込んできたように。呼吸が荒くなる。早くこの道を抜けなきゃ。そう焦って前を向いた瞬間、心臓が止まりかけた。またかかしが前に立っていたんだ。どう見てもさっきすり抜けたものと同じ。布の顔の黒い穴がさっきよりも大きく開いている。そして穴の奥で何かが動いている。それが口の形を作っているのが分かった。入れ。はっきりと聞こえた。間違いなく聞こえた。かかしはもう人ではない何かに変わり始めている。急いで脇道に目をやった。普段なら絶対に入らないような細い未舗装路。でも行くしかない。かかしの前はもう通れない。左へ急ハンドルを切り、脇道に飛び込んだ。泥を巻き上げながら細い道へ滑り込んだ瞬間、バックミラーの端で、かかしがこちらに向かって走り始めるのが見えた。藁の足なのに、車より速い。息が詰まった。
この道の先に逃げ道はあるのか、それとももっと深い場所へ連れて行かれるのか。俺はまだこの時知らなかった。この脇道こそがかかしが招き入れようとしていた場所だった。脇道へ入り込んだ瞬間、世界の空気が変わった。湿った土の匂いが急に濃くなり、ヘッドライトが照らす先は背丈を超える雑草で両脇が塞がれている。舗装はなく、泥と砂利が混じった細い道。タイヤが取られ、スピードが出ない。後ろを確認する。バックミラーの奥、農道の入り口にまたかかしが立っていた。さっきまで田んぼの中央にいたはずのそれが、今は脇道の入り口に移動している。しかも布の顔の黒い穴はさっきより大きかった。縦に裂けたような形になって穴の奥がぬらりと揺れている。やばい、来る。アクセルを強く踏み込むが、泥の抵抗で思うように進まない。それでも必死に車を前に押し出した。だがすぐに気づいた。この脇道、どこまで行っても同じ景色だ。左右は雑草、地面は泥。ライトが照らす先に曲がり角の分岐もない。一本道のはずなのに、前方の草の揺れ方がさっきと同じに見える。まるで道がループをしているような感覚だった。喉が渇き、背中がびっしょり濡れた。焦りで呼吸が乱れ始めたとき、背後から音がした。ザッ、ザッ、ザッと規則的な足音。藁で歩くとは思えない、はっきりとした人の足音。俺はミラーを見る。かかしが歩いていた。泥を踏むたびに藁の体がわずかに揺れる。速度はゆっくりだが、歩幅が異常に長い。あっという間に距離が詰まった。穴の奥で何かが動いている。黒い穴の形が笑っているように歪んだ。恐怖で涙が出そうになり、前へ逃げないと、そう思って顔を戻した瞬間、前方にもかかしが立っていた。完全に一本道を塞ぐ位置。ライトで照らされた布の顔の中央には縦に裂けた穴。そこから白い指が一本、ニョキッと突き出てきた。藁ではない、人の指だ。爪のついた白い生の指。それが布の穴から生き物のようにゆっくりと外へ伸びてきている。ふざけんな！反射的にハンドルを左右に切ったが、脇道の幅は狭く、どこにも逃げ場はない。バックしようかとミラーを見た瞬間、心臓が止まりかけた。後ろのかかしがもう車のすぐ後ろにいた。距離にして2メートル。ありえない速度だ。そのかかしの顔の穴からも白い指が何本も伸びてきている。まるで獲物をつかむみたいに、外へ手を出しているみたいに。このままじゃ挟まれる。終わる。パニックの寸前の中で、脇道の右側にわずかな切れ目があるのに気づいた。草が倒れていて、車がギリギリ通れそうな細い獣道のような隙間。もう選択肢はない。そこへ突っ込むしかない。俺はハンドルを切り、草を押しのけながら細道へと進入した。その瞬間、車体の右側を何かがガリッとこすった。鏡越しに見えたのはかかしの腕。伸びた指が車を掴もうとしていた。車体を揺らしながら細道へ突破する。藁の束がミラーに絡まり、バサッとちぎれ飛んだ。しばらく走ると急に視界が開けた。脇道の出口だ。両方には見慣れた県道の風景。車の通る声も聞こえる。助かった。そう思った。だがふとバックミラーを見ると全身の血が冷えた。
細道の暗闇の奥に、かかしの顔がぎゅうぎゅうに詰まってこちらを向いていた。無数の布の顔、無数の黒い穴、全部が同じタイミングで首を傾ける。その瞬間、助手席の足元でカサッと音がした。怖くて見たくなかったが、ゆっくりと視線を向けると、さっき落ちていた藁の指が勝手に立ち上がった。藁なのに骨を持った指のように一本ずつ動き始めた。そして俺の太ももにそっと触れた。その瞬間、頭の中に声が流れ込んできた。連れて行けた。あなたもこっち。慌てて車を跳ねるように押し出し、県道へ飛び出した。後ろを見る勇気はなかった。家に帰って車を降りたとき、足は震えていた。助手席を確認する。藁の指はもうなかった。落ちていない。座席にも床にもない。ただ一つだけ見つかった。助手席のシートの糸が内側から引っ張られたようにほつれていたんだ。布の隙間からわずかに茶色い藁が覗いていた。かかしはまだ俺の車に乗っている。あの滝壺には絶対に近づくなと昔から言われている。理由ははっきりとしていて、そこに白い竜がいるからだ。ただの言い伝えではない。実際にあそこに行った人間は戻ってこなくなることがある。見入られた奴は水の底に引かれてそのまま上がってこない。だから地元の人間はあの場所には近づかない。見ようともしない。そういう場所だった。そんな話を知ったのは山に行く少し前だった。俺たちは4人で集まっていて、その中の1人が面白半分でその話を持ち出した。山の奥にある滝壺で白い竜が見えるらしい。見た奴は連れて行かれる。でも先に誰かを差し出せば助かる。そんな話だった。最初は全員が笑っていた。よくある怖い話の一つだと思っていたし、本気で信じる奴はいなかった。むしろ、そこまで言われるなら見てみたい、という話になった。どうせ何もない。そういう前提で軽いノリで行くことが決まった。4人のうち誰も引き返す気なんて持っていなかった。当日は朝から山に入った。最初は普通の登山道で人もそれなりにいた。だから途中から道を外れて細い山道に入ると一気に空気が変わる。人の気配が消える。音も減る。足音だけがやけに響くようになる。それでもその時はまだ余裕があった。4人で話しながら進んでいたし、怖いというよりは探検に近い感覚だった。しばらく進んだところで、前から一人の年配の男が歩いてきた。地元の人らしく、俺たちの顔を見るとすぐに分かったような顔をした。そしてそのまま短く聞かれた。お前たち、滝の方に行くのか？俺たちは何も隠さずにうなずいた。すると、その男は少し黙ってから低い声で言った。悪いことは言わない。行かない方がいい。その一言だった。理由も何も説明しない。ただそれだけを言って、すぐに通り過ぎていった。その場に一瞬だけ沈黙ができた。でも、すぐに誰かが笑って流した。やっぱりそういう話なんだなって。止められると逆に行きたくなる。そんな軽い空気のまま、俺たちはそのまま進んだ。道はどんどん細くなり、足元も悪くなっていく。木が増えて、空が見えなくなり、昼なのに周りが薄暗くなる。
それでも水の音が聞こえてきたことで目的地が近いと分かった。少し進むと急に視界が開けた。目の前に大きな滝壺が現れた。水は透き通っているのに、そこだけが異様に暗い。深さは分からなかった。覗き込んでも途中から先が見えなくなる。水面は静かでほとんど揺れていない。風もないのにそこだけ時間が止まっているみたいだった。俺たちは自然と足を止める。誰もすぐには近づかなかった。理由はわからないが、全員が同じことを感じていた。近づいてはいけない。そう思っているのに目だけは離せなかった。その時だった。一人がゆっくりと前に出た。前に出たそいつは何かに惹かれるみたいにまっすぐ水際まで歩いていった。呼び止めようとはしたが声が出ない。ただ見ていることしかできなかった。そしてそいつはそのまま滝壺を覗き込んだ。その瞬間、肩が小さく揺れた。何かを見た。それが分かった。ゆっくりと顔を上げたとき、表情が変わっていた。さっきまで普通に話していたのに、目の焦点が合っていないんだ。何かを見続けている顔だった。そしてそのまま一歩、水の中へと足を入れた。そこでやっと我に返って全員で止めに入った。腕を掴んで引き戻そうとする。だが異様に重い。抵抗しているわけでもないのに体がびくともしないんだ。それでも無理やり引いた。その時、そいつが口を開いた。見てる。小さくそう言った。何をとは聞けなかった。聞かなくても分かったんだ。その視線の先に何かがいる。次の瞬間、足元の水面がわずかに揺れた。風もないのに水だけが動いた。その奥、そこの見えない暗い部分から白いものが浮かび上がってくる。ゆっくりと形を作りながら上がってくる。長い。細くてしなやかで、はっきりとした輪郭を持っている。それは、あの噂の白い竜だった。水の中にいるはずなのに、その動きは水の抵抗を受けていない。そのまままっすぐとこちらに向かってくる。その時そいつが急に暴れ出した。引き戻していた腕を振りほどき、もう一度前に出ようとする。行かなきゃ。そう言いながら必死に水の方へと進もうとする。止めようとしても止まらない。その時、後ろから別のやつが叫んだ。押せ！意味は分かっていた。あの話の通りなら、先に誰かを差し出せば助かる。誰も言葉にはしなかったが、全員が同じことを考えていた。一瞬だけ目が合う。そして次の瞬間、誰かが背中を押した。押されたそいつは、そのままバランスを崩して水の中へと落ちた。音は小さかった。水面が一瞬だけ揺れて、すぐに元に戻る。白い竜の影がその下で動いた。そして何もなくなった。沈んだんだ。上がってこない。そこにいたはずの人間が完全に消えたんだ。その場所に3人だけが残った。3人になった瞬間、空気が変わった。さっきまでの騒ぎは嘘みたいに静かになる。滝の音だけがやけに大きく聞こえて、他の音が全部消えていた。誰も口を開かない。でも全員分かっていた。今起きたことが何なのか。そして次に何が起きるのか。視線だけが動く。お互いの顔を見てすぐにそらす。さっきまで一緒にいたはずなのに、もう同じ側にはいない。その時残っていた一人がふらっと前に出た。さっきと同じだ。
止めないといけないのに体が動かない。そのまま水際まで歩いていく。そしてまた覗き込んだ。肩が揺れる。同じ反応だった。見てる。今度ははっきりと聞こえた。その声を聞いた瞬間、もう一人と目が合った。言葉なんていらなかった。次の瞬間、二人同時に動いた。前にいる奴の背中を押したんだ。俺たちに迷いはなかった。押された体はそのまま前に崩れ、水の中へと消えた。また同じだった。水面が少し揺れて、すぐに静かになる。何も残らない。声も気配も全部消える。白い影だけがそこでゆっくりと動いている。気づけば二人になっていた。さっきまで4人だったのに、もう半分だ。それでもまだ安心はできない。むしろ、ここからが本番だと分かっていた。隣にいる奴も同じことを考えている。次はどっちだ。そういう空気がはっきりと伝わってくる。その時そいつが急に笑った。小さく乾いた笑いだった。やっぱりそうなるよな。そう言った。その言葉の意味を理解する前に体が勝手に動いた。先に動いた方が助かる。その考えしかなかった。俺はそいつの腕を掴んだ。そいつも同じだった。お互いに掴み合う。お互いに掴み合って引きずり合う。足場は悪く、少しでもバランスを崩せば終わる。そのままもつれ合いながら水際まで近づいていく。どっちかが落ちる。それだけの状態だった。その時足元が滑った。どちらが先だったのかわからない。一瞬の崩れで、そいつの体が前に傾いた。俺はそのまま手を離した。そしてそいつは、そのまま水の中へと落ちた。音もなく消える。そして白い影がすぐ下で動いた。そして完全にいなくなった。残ったのは俺一人だけだった。一人になった瞬間、さっきまでの緊張が一気に抜けた。膝から力が抜けて、その場にへたり込む。助かった。その言葉が頭に浮かんだ。あの話の通りなら、もう大丈夫なはずだ。先に差し出せば助かる。その条件は満たしている。だから、ここから離れれば終わる。そう思った。だが、足は動かなかった。さっきとは違う理由だった。引き止められている。目に見えない何かに意識ごと引っ張られている感覚がある。視線が勝手に滝壺へと向く。見てはいけないのに目が外れなかった。水面は相変わらず静かで何も変わっていないように見える。だがその奥に何かがいる。わかる。そこの見えない暗さの中で白いものがゆっくりと動いている。さっきまでと同じようにこちらへと上がってくる。長い体が形を作りながら浮かび上がった。白い竜だった。だが今度は水の中ではない。水面のすぐ下で止まっている。顔の位置がはっきりとわかり、その視線がまっすぐこちらに向いていた。逃げないといけないのに体は動かなかった。そしてそのまま頭の中に声が響いた。よくやった。低く静かな声だった。耳からではない、直接頭の中に入ってくる。助かったと思ったか。次の言葉で理解した。あれは選ばせていただけだった。差し出すかどうか、裏切るかどうか。竜は全部見ていた。そしてその結果で誰を最後にするのかを決めていた。
そしてその瞬間、俺の足が前に出る。自分の意志ではない。体が勝手に動くんだ。一歩水に近づく。止めようとしても止まらない。もう一歩。水面がすぐ目の前にある。やめろ。そう言いたいのに声に出せなかった。体だけが前に進む。そしてそのまま足が水に入った。不思議と冷たさは感じない。ただ惹かれている。ゆっくりと下に。そして最後に見えたのは水面に浮かぶ自分の顔だった。次の瞬間、その顔が崩れた。泡になって弾けるように。後には何も残らなかった。水面はまた静かに戻り、最初から誰もいなかったみたいに、ただの滝壺に戻っていた。あそこには近づくな。差し出しても意味はない。最後に残ったやつが一番奥まで連れて行かれるんだ。